まず自己紹介いただいてもいいですか？私は岸野正兼と言いまして、で今神戸大学の経営学部3回生です。で私がやってるのは、株式会社リボルという学生にインターンシップを紹介するっていうのをメインの授業でやってる、会社の、社長として働かせてもらってます。社長さんですね。すごいわ。まずなんでその会社を始めようと思ったのかとか、きっかけとか教えていただけますか？そもそも私が神戸大学の経営学部に入った理由として、でいつか起業したいっていう風な考えがあって、で東京に大学1回生の時に足を運んだ時に、その東京の起業したい学生っていうのは長期インターンシップっていう大学に行きながら空きコマであったり全休の日に、ベンチャー企業に行って、そこで仕事をして給料をもらうっていう風な、その長期インターンっていうのをやりながら起業しているっていう風な文化があって、でそれを神戸で僕自身もしたいと思ったんですけども、で自分でその長期インターンシップを募集している会社を探したけど、なかなか神戸にはほとんどないっていうところで、僕自身でそういった機会を作り出すことができるんじゃないかっていう風なことで、2019年の3月に起業しました。なるほど。じゃあもう1年以上経ってます。1年以上経ってます。すごい。学校行きながら会社の社長をしてるっていうことなんですけど、そうやってどうやって両立してるんですかね？できるもんなんですかね？そうですね、結構大学の勉強っていうのはおろそかにできないっていうふうに考えていたので、できるだけその遊ぶ時間っていうのはやっぱり削られましたね。で遊ぶ時間だったりサークルにする時間だったり部活する時間っていうのはやっぱりなくなってしまって、でその時間、大学の授業が空いてる時間だったり終わった時間に企業に行って営業活動をしたり、であとはメンバーとミーティングをしたりで、もう一つ考えてやっていたことは、できるだけ仲間を増やしてやっていこうかなっていうので、手間であったりっていうのを分散してっていうので、今実際、現役大学生6名で運営しているところであります。メンバー集めってどうやってされたんですか？そうですね、メンバー集めとしてはやっぱり一番難しいのはその人を信頼できるかどうかっていうところだと思ったので、もう本当にまずは、知っている人からそのつながりであったりっていう、その信頼できる人の信頼できる人っていう風な感じで、そうですね、その信頼できる人の信頼できる人ぐらいまでのその2段階ぐらいの人をちょっと話して入れましたね。なるほど。今会社を運営されてるっていうことなんですけれども、なんかそれにあたってこう導いてくれるような、なんていうんですかね、メンターみたいな、はい、そうですね、特に一人のメンターっていう風なことではないんですけど、本当に営業活動に行った会社の社長さんであったりっていうのが非常にその応援してくださる方がたくさんいて、で定期的にいろんな会社の社長さんに、社長と合わさせていただいて、自分の今やってることが本当に正しいのかどうかっていうことに対して、厳しい意見っていうのをいただきながら、あとはメンバーも実際本音を言い合ったりするので、メンターではないですけども、そこでフィードバック、自分がやってることが本当に正しいのか間違ってないのかっていうのをフィードバックもらいながら、方向修正しながらやってるところですね。なるほど。今すごい大学行きながら学業もちゃんとおろそかにしないまま起業されてるってことで、なんかすごいいろんなことやってるなと思うんですけど、なんかどのような子供時代過ごしてたか教えてもらえますか？普通に小学校1年生からソフトボールに入って、でソフトボール小学校6年生までやって、中学生1年生から3年生まで軟式野球やって、高校1年生から3年生まで硬式野球やって1年浪人して大学に入りました。ちょっとずつボールが硬くなってますよね。ちょっとずつボール硬くしてちょっとビビりなんでじゃあなんか子供の時とかでなんか過去に戻れるとしたら、なんかもっとこうしとけばよかったなとかありますか？そうですね、その本当に高校までの思い出として、野球やってたっていうことしか本当に記憶にないので、そこは別に間違ってなかったと思うので、それ以外で例えば英語であったり、なんか自分がその将来使えるで強みになるようなスキルみたいなのっていうのをもし何かつけれていたら、もっと困っていなかったんじゃないかなっていうふうに思ってます。今の高校生とかが今このビデオを見てるとしたら、なんかどんなスキルを身につけた方がいいよとかありますか？そうですね、で
そのスキルっていうのは自分が好きなものでいいんじゃないかなっていう、それはゲームとかはダメですけど、例えばパソコンいじるのが好きであったりっていうんであれば、何かプログラミングの言語を一つでも勉強すればいいと思いますし、あとは動画を見るのが好きとか映画を見るのが好きであったら、音楽の編集であったり動画の編集とかっていうのを勉強しても面白いと思いますし、そうですね、本当に絵が好きなんだったらデザインを例えば仕事に活かせるような方法で何かデザインみたいな形の、例えばイラストレーターの勉強であったりイラスト描くであったりデザインの基本を勉強してみるとかっていうのでも非常にその自分が好きなものかつ将来活かせるっていうのは本当に最強だと思うので、そういうのをすればいいんじゃないかなっていうふうに思います。じゃあ、将来のお話なんですけど、将来これからどんな目標があるのかって教えていただけますか？そうですね、ちょっとこれはいつも人前で言うのは恥ずかしくてあんま言えないですけど、私の人生の一番大きな目標として今設定しているのは、どんな方法かを使って日本がより強い国になるというか、ちょっと右翼に聞こえるんですけどこれの意味っていうのはもうちょっと日本人が日本を全員誇らしく思えるような、もっと自信を持って私たちは日本人だっていうのを言えるような国にもっとしていきたいなっていうのがあって、やっぱり愛国心っていうのを取り戻していきたいそのために例えば僕が今できるのが、例えば人材業界から経済を支えるであったりっていうのができていたら、すごい実現少しでも貢献できてたら嬉しいなっていうふうに思います。やっぱ日本を強くしたいっていうのが僕の目標ですね。なるほど、すごい大人数に公表しましたね。人に言わないと言ってたけども公表しちゃったな。じゃあ次は自分どんな性格かなって思います？多分一番言えるのは、全てに似ているのは負けず嫌いですかね。人と自分を比べ、いい意味でも悪い意味で比べて負けず嫌いなところがありますね。最後に一つ質問します。そうですね、学生でありながら起業するっていう過程を得て、大きな学びとかありますか？そうですね、大きな学びとしてはそのインターンシップの紹介であったり、あとそれとちょっと拡大した新しいIT 系のアプリケーションも9月頃にリリースしようかなっていうのと、あと英語のプログラミングスクールであったり、ちょっといろんなことをやってみて始めてみて思ったのが、始めるのはすごい本当に思ったことは何でも結構簡単にできるんだなっていうのは思っていて、もう一つ学んだのは何かを新しい例えば起業であったりっていうのをするってなった際には本当にプレッシャーがかかるっていうところですね。もう僕は気が弱いので本当に寝れない日が何日も続くようなプレッシャーはあるっていうのは一つ学びましたね。なんでそこの点で少し後悔することは、本当に気分が悪い日にはなんでやったんやろって思うことはよくありますけどでも気分がいい日には間違ってなかったんかなっていうふうに思うので、プレッシャーを背負うっていうことと、やろうと思ったことは結構何でも実現できちゃう。そうですね。じゃあ最後に、視聴者の皆さん、イメージしてメッセージとかありますかね？メッセージですか。もうメッセージとしてはとりあえず今は目の前の勉強っていうのをしっかりして、で自分がちょっと興味がある大学の学部っていうのにとりあえず行って、そこからまた何か決めたらいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。その大学入った先っていうのはやっぱり考えるの難しいので、そこは考えずにとりあえず今はできるだけ、結構自分が興味がある大学の学部に行くと結構考えであったり感性っていうのが合ってる人が集まってるので、非常に心地よく過ごせると思うので、そういった意味では自分が少しの興味ある学科を見つけて、大学を見つけて、そこに入る努力を今全力でするべきだと思います。ありがとうございました。